ドリームジャーニーから体育館でゴンズイ化してしまい困っていると脳内に思念が届いたので急いで救助に向かったらドリームゴンズイではなく1メートル50センチ級のゴンズイがいてトレセンチン生物図鑑を確認したらドリームジャーニーの形態の一つであることを確認したオルフェーブル。オル。この思念は姉上？オル、聞こえるかい？確かに聞こえているぞ。実はトレーナーさんと色々あってうっかりゴンズイになってしまったんだ。今日はウミウシではなくゴンズイか。私は体育館にいるんだけれど陸上だと動けないから助けてほしいんだ。他でもない姉上の危機、王ではなく妹として駆けつけるゆえしばし待て。毒のトゲがあるから持つときは気をつけて。触る気はないからその点は心配せずともよい。ともかく得行くぞ。姉上姉上の姿が見当たらんな。まあ姉上というかドリームゴンズイのはずであるが。うわ、びっくりしたよ。ゴンズイだこれ。確かにゴンズイだな。ドリームですらない。水族館で見たな。この海洋生物は何なんだよ。そういえばトレセンチン生物図鑑に似たような生物が存在したような。よし、データベースにアクセスだ。いた、これだな。この魚はドンズイと言います。主にトレセン学園に現れる体長1メートル50センチほどのウマヅカの魚類でなぜかエラ呼吸なのに陸上に現れるため基本窒息しています。それでも個体が極めて強力なので窒息による命の危険などはありません。基本体育館の床でピチピチしており無害ですが非常に強力な毒針を持ち気に入らない相手に対する毒のある発言も目立ちますので油断せず接触の際は失礼のないように細心の注意を払うかオルフェーブルに対応をさせてください。デフォで窒息というデバフ所持なのか。なんか RPG でもそういう敵いるよな。窒息で命の危険がなかったらそれはもう窒息じゃなくないか？命の危険がないだけで窒息は窒息だから。ドラクエで毒状態のままフィールド歩いても死なないのと同じようなもんだろ。そうなの？知らなかった。というか世に対応させるという一文は削除させることはできぬのか？いや、世でなくば姉上の対応は荷が重いであろうな。それよりもだ。姉上の思念によるとトレーナーと色々ありこのゴンズイもといドンズイの姿になってしまったとのことだったな。図鑑によるとその原因は、トレーナーから想定外の甘々なことされてキャパオーバーしてる姉上とのことだよ。普段であればあくまでウミウシやゴンズイを模しただけで済むはずなのに実際に海洋生物化してしまうとは。よほどの衝撃が姉上を襲ったのだな。姉上？よい、そのままで構わぬから聞け、姉上。トレーナーの突然の行動に驚きリアルな海洋生物化してしまったのはもう仕方のないことだ。だがな、体育館にいつまでもその姿のままでいるのは他の生徒にも迷惑がかかるであろう？わかったのならいつもの姉上に戻るのだ。いかん。反応がない。窒息状態にあったとしても命の心配はないと図鑑にあったから考えられることは、もしやゴンズイ化が進んでしまい自我すら失いかけているのか？姉上、水を汲んできてぶっかけるからそれまで頑張ってよ。水道水直掛けはやめてくれないか。うわ、喋ったよ。ちょっと可愛くなった。絵面がオロチマルみたいだな。これ捕食されてるのでは？またサイゲが変な魚を生み出したかと。これまで変な魚生み出したことあった？鮭なベイベー。鮭ロックと言いつつマグロ振り回してたりするのであるといえばある。謎の巨大イカもいるぞ。サイゲってくくりならサバオリくんとかアルバコアとかカツオヌスとか？変な海産物生み出してばっかじゃねえか。オルは私を何だと思っているんだい？そりゃあ喋るさ。姉上は姉上だ。それ以外の何者でもない。確かにね。変なことを聞いてしまったね。許しておくれよ。よい、気にするな。ことあるごとに海洋生物化するトレセンチン生物72中の1中だなんて口が裂けても言えないよ。珍生物多すぎやしませんかね。現在公式で発表されてる馬娘が130ちょいだから約半分が珍生物だな。学園全体で考えれば2000人くらい生徒いるしそのうちの72人が珍生物でも問題ないだろ。学園の 3.5% が珍生物ってかなりの確率じゃないか？
馬娘の誰もが海洋生物化する可能性を秘めて中央トレセンの門戸を叩くのだ。それで姉上、今回はドリームゴンズイを飛び越えて本物のゴンズイになっていたようだが。ああ、それについても説明しておこうか。オルにも心配させてしまったからね。ただねオル、急に甘々なことをしてくるトレーナーさんも悪いんだよ。それはどのような？偶然体育館で出会ったトレーナーさんとおしゃべりしていたところ不運にも私たちに向かってバレーボールが飛んできてね。ふむ。お優しいトレーナーさんは私を抱きしめるようにしてその教団から守ってくれたのさ。その全てが姉上のシナリオ通りなのでは？オルが何を言っているのかちょっと理解できないね。ともかく私は身を挺したトレーナーさんによって九死に一生を得たというわけさ。姉上なら飛んできたバレーボールなどキャッチするなり避けるなりできるであろう？オルが何を言っているのかちょっと理解できないね。そうか。しかし下せぬな。何がだい？なぜトレーナーの姿が見えない？トレーナーと一緒にいたのならなぜトレーナーが姉上を解放せぬのだ？私が行って先に帰ってもらったんだ。なぜだ？おかげで世が対応する羽目になったよ。オルは素直だね。しかしオル、冷静に考えてごらん。冷静に考えてトレーナーさんの目の前で海洋生物化なんてできるわけないだろう？トレーナーさんと別れるまでゴンズイ化するのを我慢するのにそれはもう必死だったさ。オルは目の前で担当馬娘が巨大なゴンズイになったトレーナーさんの気持ちを考えたことはあるかい？いや、さすがにないな。難儀な体質してんな。イチャイチャしてて急にこんな姿になられたら100年の恋も冷める。ジャーニーはいざ甘やかされたら逆に挙動不審になりそうで可愛い。けどね、この姿になったからこそ思いついたことがあるんだよ。ほう。今度トレーナーさんにゴンズイのお味噌汁を作ってあげようと思ったのさ。なんだと？ゴンズイといえば海釣りの下道。でもしっかり調理すればとても美味しいんだよ。確かにそう聞いたことはあるが、私のような馬娘と契約を交わし共に歩んでくれたトレーナーさんにそれらしいお返しをしたくてね。私のような馬娘だと？もしや海釣りの下道とダブルミーニングのつもりか？だとしたらそれは逆に惹かれるだけだよ。私がつてをフル活用して用意した物はトレーナーさんは受け取ってくれなくてね。そうか。何を用意したかは聞きたくないよ。かといって香水は芸がない。なるほど。そこでお味噌汁さ。弁当あたりではダメなのか？ダメじゃないよ。むしろその方が一般的だろうね。なら。だからこそだよ。どういう意味だ？愛しのトレーナーさんに愛情を込めたお弁当を渡す馬娘はこの学園に吐いて捨てるほどいるからね。その行為に特別性が感じられないのさ。そういうものか？変に凝りすぎても重く受け止められるし冷凍食品を詰めるだけではただのお弁当だしバランスも難しいのさ。ふむ。しかしお味噌汁は違う。まずこの寒い季節にほっと一息つける優しさを自然と内包しているのがいい。まあ、わからんでもないが。それに日本人にとってお味噌汁は特別だからね。味噌という調味料が日本人の心に訴えかける種族としてのソウルフードでもある。なるほど。そこにゴンズイという一手間かかる普段は使われない材料を用いるんだよ。これは愛情がなければできない行為であり私の気持ちがストレートに伝わるはずだね。ゴンズイには毒があるのだったな。毒針を切れば美味しい有料食材さ。まるでドリジェみたいだ。普通は下道として捨てられるところもな。だから専属契約するためにあれこれ根回しする必要があったんですね。これでトレーナーさんのハートをわしづかみできること間違いなしだよ。さすがに短絡的すぎではないか？そんなことはないさ。今回のお味噌汁作戦は複数の角度からトレーナーさんの心を奪いにかかるんだよ。失敗はありえないね。ふふふ。ジャーニーの味噌汁が毎日飲みたいとか事実上のプロポーズを受けてしまうかもね。それともあまりの美味しさに気持ちが高ぶったトレーナーさんから今夜はジャーニーを食べたいとか言われちゃうのかな。まあ姉上の好きにするがよい。またゴンズイ化する姉上の未来が見えるよ。もう姉上の生態がよくわからなくなってきた。冬の漁港ってこいつたくさんいるから一度食ってみたい。調理には気をつけろよ。ゴンズイの毒ってめちゃくちゃ痛いらしいけどゴンズイ自体は美味しいらしいね。ゴンズイの毒針って返しがついてて一度刺さったらなかなか抜けないんだよな。やっぱりドリジェと同じだな。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。